やられてもすぐに動いて、体勢を立て直して、僕の動きについてきて。コンわさびーも。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日はアニメ鬼滅の刃柱稽古編第4話からできますでいきますを勉強します。ではまずどんな場面で使われていたのかをチェックしてみましょう。やられてもすぐに動いて体勢を立て直して僕の動きについてきて。ここです。霞柱が大使たちに言ったセリフです。つきます。来ます。ついてきます。何かが後ろから自分のところに来ること。何かをゲットしたときにサンプルや小さなギフトなどがもらえることです。このセリフでは、ついてきて、ください、と他の人に言っているので、follow me という意味になります。では、ついてきますと、ついていきますの違いを考えてみましょう。ついてきます。子供が私についてきます。ついていきます。私は親についていきます。誰のポジションからそのアクションを説明しているかが違います。て、きます。これにはなんと7つの使い方があります。でも一つ大きいルールがあります。それは時間や物、経験などが自分のいる今ここに来るということです。この文法で一番大切なのは来ますの意味です。来ますはいつでも話している人が今いる場所がベースです。日本にいるとき、日本に来てくださいということができます。でも日本にいないとき、日本に来ますということはできません。つまり日本語の来ます。これは come here, come back here というニュアンスだということです。で、来ますの7つの使い方はこのビデオで説明しているので、ぜひチェックしてみてください。では、行きますはどうでしょう。今いるところから他のどこかにと言いたいときに使います。例えば、持っていきます。まず、持ちます。そして、行きます。最初のアクションの後、どこかへ行くときに使います。他には、これからも日本語の勉強を頑張っていきます。夏に向かってどんどん暑くなっていきます。これは続けます、変わりますという意味です。このように場所の話だけではなく、時間の話にも使うことができます。ポイントです。帰ってきます。今いるここに帰ってきます。帰っていきます。ここではないどこかに帰っていきます。同じ動詞、帰りますを使っていても目的地が違います。うまくなってきます。うまくなってきました。昔と比べて今の話をしています。うまくなっていきます。今から未来の話をしています。同じトピックでも昔から今の話をしているのか、今から未来の話をしているのかという違いがあります。これができますで行きますの違いです。いかがでしたか？それぞれの違い、
それぞれの意味を知っているときっと役に立つので、ぜひ使ってみてくださいね。そして今月もメンバーシップを継続してくださった皆さん、いつも本当にありがとうございます。とっても励みになっています。これからも頑張って活動していくので、応援よろしくお願いします。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。